はい、こんにちは。湘南コペンセロ S のケンです。今回は神奈川県三浦市、三浦半島の先端をオープンドライブしてきました。時刻は午前8時過ぎですが、7月下旬の撮影で徐々に日差しが強く暑かったですね。スタート地点は A の三浦海岸という信号、ここからアップダウンのある道を南下し、途中には巨大風力発電機もありました。小さな湾や港沿い、街中を走り、以前動画投稿していた三崎漁港がビーチ店のゴールとなります。のんびりとした三浦半島をオープンドライブしてみましたので、お付き合いいただけたら幸いです。この後ローカルベース鎌倉の方に荷物を取りに行かなきゃいけなくて、オープンが10時なんですけど、それまで時間があるので回っているといった感じでしょうかね。一応今も海沿いを走ってるんですが、茂みであったりとか、今は海見えてますけれども、完全には見えないんですね。建物があったり木があったりで、向こう側が海という状況ですね。ただところどころでコーナーを抜けるところで海が見えてきたりとか、そういった一瞬なんですけれども、すごい綺麗なスポットがあるような道だと思います。こういった海のところのですね、コーナーを抜けていくっていうのは非常に気持ちいいですよね。また湘南と違うのは交通量が非常に少ないので、そこがいいですね。皆さんのんびりと、たまにこういった道で焦って飛ばす方がいるんですけどちょっとそれはナンセンスかなと。おトイレに行きたいのかなと思って見てますが、非常にのんびりとした道路です。ただやはり海辺なので遮るものがないですから、オープン走行していると今は気持ちいいですけど、ちょっと家帰ったらかなり頭に熱がたまるかなと、そんな気はします。こういった三浦半島急勾配の山もありますから、ロードの方走ってますけど、ロードの方からしたら脚力の見せどころでしょうか。ちょっとした山を越えて、今度は下っていくのかなと思います。で登ったところで、畑が見えると、非常にのどかな風景ですね、三浦半島。だからこそドライブスポットとしても、神奈川県民の方からも愛されてますし、都内や各都市から走りに来る方もいらっしゃると思います。
やかなワインディングロードで気持ちいいですね。アクセルワークとハンドル操作で楽しめると、また渋滞もしてませんから、後ろからねあまり詰められるということもないですから、マイペースで走っていけるのかなと思います。ここを抜けるとここもね綺麗だと言われてますね。ちょうど湾を沿って走るような、カーブで沿って走るような道。野菜の直売所なんかも今ありましたから、三浦のね野菜美味しいですので、ぜひ遊びに来られた方は買ってみるのもよろしいかと思います。ここが毘沙門湾ではないのか、もう一個先ですね。ここのワインディングロードいいですね、いいですね。ここので、ここでね綺麗ななんて言うんでしょうかね、こういうの海辺というか浅瀬というか、ここはバイクで走っても気持ちいいと思いますね。でも向こう側は山とね森で非常に気持ちいいですね、この道。後ろにも車両はいません。トンネルもありますよね。自転車の、方が走ってますので、そこは気をつけないといけないかなと。数台先にロードスターが走ってますけれどもね、やっぱり皆さんオープンカーの方もこういった道走りたいと思いますよね。これから正面の道を登っていくような感じですね。はい、非常にワインディングロード気持ちいいです。本当に緩やかなワインディングロードなので、のんびりと走れますね。これはいいですね。ここの道を走りに来るためだけに来てもいいと思います。当然ね、三浦半島ですから朝市ですとか野菜の直売ですとか漁港の定食屋さんですとか、食べ物には事欠かないですし、海山丘と走るにも最高のスポットじゃないでしょうか。非常に気持ちいいです。この道をまっすぐずっと行きますとですね、前回というかこの前の動画でこの三崎漁港の朝市をやっていた三崎漁港にたどり着く感じですね。風力発電のこういったものもあるんですね。知りませんでした。神奈川県民、ずっと神奈川県民なんですけれども、こういったものも風力発電
非常に迫力がありますね。いいですね。皆さんのんびりと走っててギスギスしてないというか、右手は畑ですね。ロードスターの方は駐車場に入っていってしまいましたけれども、多分写真撮影とかするんでしょうね。ここが橋になってまして、綺麗ですね。この左がですね、非常に崖ですね。いわゆるよく2時間サスペンスで犯人が追い詰められるような崖が左手に見えます。今橋の上を走ってます。これは気持ちいい。これはぜひ神奈川県民の方は走りに来てほしいですし、他県の方もね、ぜひコロナが収まってね、落ち着いてきたらこうやってね、走るのもね、いいと思います。ただこういった道路、信号がないので、歩行者がですね、農家さんですね、大体がもう道路を渡っていく感じですので、そこら辺は気をつけてあげてください。どうしても横断歩道のない道路になってまして、渡れる場所がないので、地元の農家さんもね、ちゃんと道路左右見て渡ってますので、そこら辺は気をつけて走った方がいいと思います。直売所、スイカの直売、美味しそうですね。スイカがすごい並んでますけれども、もうさすがに今日はいっぱい買ったので、スイカは大丈夫でございますが、ちょうどまっすぐに山が見えますけれども、あれは富士山でしょうね。大きさ。ここに赤いコペンちゃんがいます。赤いコペンちゃんもいました。非常に三浦半島アップダウンがあって楽しいですね。でこうやって降りてきたところが漁港になってたりとか、楽しい道路でございます。道を間違えました。漁港に沿って回りましょう。もう夏ですね。セミの声がすごいです。ちなみにそこの正面の黒馬亭というのがマグロ料理の有名な長蛇の列のお店みたいです。はい、漁港に戻ってきました。ここがですね、先ほどね、買い物をしたり朝食を食べたりした漁港になります。それでは今回はですね、これで、終わりたいと思いますね。三浦半島の海岸線沿いとワインディングロードのアップダウンを走ってきました。非常にのんびりゆったりギスギスしないで、楽しくね、車の走りを楽しめる道なのかなと思います。
はい、ここがゴールで、ございます。ぜひ、皆さんも、神奈川県の方はもちろん、コロナが収まった時にはですね、こういった三浦半島にですねドライブしに来るのも楽しいと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。今回の道がですね、興味持った気になったなんていう方はね、ぜひグッドボタンやコメントをよろしくお願いします。またこういったねコペンのパーツやなんやらもつけてますけれども、基本的にはこういったいろんな道をねオープンカーで走ってコペンの良さを知ってもらいたいという思いがありますので、気になった方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。